いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。定置網周りでの釣りは漁業者とトラブルになることがあります。海で立ち入り禁止、釣り禁止などの規制がなされている場合、磯の近くなどでは漁業法に基づくものもありますが、多くはその土地を管理する者が事故やトラブルを防止するために規制しています。漁業権は漁業者に対して与えられるものですが、漁業権について知ると同時に漁業への理解を深めることもトラブルを回避するために必要なことです。一般の釣り人にはあまり関係がないようですが、特に内水面ではその権利に基づいて遊漁料の徴収や禁漁期などの制限を受けます。漁業権の成り立ちと釣りとの関係について知っておきましょう。今回の結論です。魚介類を繰り返し取る中での事業。漁業権と遊漁規則は異なる。困った時は釣り人専門官。今回の目次です。漁業と漁業権。漁業権が適用される範囲。漁業と遊漁を規制する漁業法。内水面漁業法。遊漁に関する規制。漁業法以外の制限にも注意する。この6つについて解説いたします。漁業と漁業権。日本においては漁業に関わる様々な規則があります。それらの中で釣りに関係する規則としては、主なものに漁業法、水産資源保護法、漁業法及び水産資源保護法に基づく各都道府県の漁業調整規則があります。これらの法令によって採捕してもいい水産動植物の種類、時期、サイズ、場所などが定められています。そもそも漁業とは何でしょうか。漁業法第2条第1項では、漁業とは水産動植物を採捕し、または養殖する事業を言うと定義されています。つまり、魚介類などを取る行為の中で、事業、すなわちその行為を反復継続するものが漁業です。これに対して一般の釣り人が行う釣りは遊漁と表現されます。漁業は制度面から自由漁業、漁業権漁業、許可漁業と大きく3区分されていますが、今回のテーマである漁業権は漁業権漁業に対して適用されるものです。漁業権漁業は定置漁業権、区画漁業権、養殖など共同漁業権、岸近くの海面や河川・湖沼の漁業などに分けられます。この中で遊漁に関係するのは、主として一定の水面を共同で利用して漁業を営む共同漁業権であります。現行の漁業権制度の基礎部分は、実は江戸時代から存在していました。徳川幕府の武家諸法度の中で、漁業などに関して山や河川入り合いという原則が定められました。そこでは、磯は地付き、沖は入り合いという表現で、一村専用漁場というものが決められ、磯、岸近くの海面の漁場は、地元の漁村による独占的利用が認められていました。これが明治漁業法を経て、現行の漁業権へと引き継がれています。漁業権が適用される範囲。漁業権は特定の区域でしか成り立たない漁業において、排他的、優先的に漁業を営む権利と言えます。この権利は漁業を営利目的で行っている場合のみ与えられます。ただし、法律上の性質として、漁業権は物権とみなされるものの、土地などとは違い、漁業という営みに与えられる権利であり、当該水面を支配したり、所有したりする権利ではありません。ここで重要となるのが、漁業権と公共の利益との関係です。日本では、海や河川、湖沼などの公有水面は誰でも利用していいという自由使用の原則があります。また、天然の状態にある水産動植物は無種物であり、誰のものでもないので、無種物選手、先に取った者勝ちの原則が適用されます。つまり原則として、公の水面で他人の所有物でないものを釣ることに関しては規制がありません。しかし、磯などで漁業の対象になっている貝類や伊勢エビ、
海藻類などは生息場所も生息量もある程度限定されています。そのような水産資源を誰にでも自由に取られる状態で放置しておいては、資源が枯渇し、漁業を持続的に行えなくなってしまう可能性があります。漁業権は漁場利用に関する秩序の維持のために非常に重要な役割を担っているわけです。以上のように漁業権には様々な面で限定性があり、すべての漁業、期間、漁業対象魚に適用されるものではありません。そのため、これらを明確化する必要があります。漁業権の免許を与えられるためには、漁場計画を作り、これを知事に提出し、認められなければなりません。漁場の位置、漁業区域、漁業種類、漁業時期などが詳細に設定され、漁業権申請者、漁協などに適格性が認められると、初めて漁業権が免許され、漁業権を行使できます。漁業と遊漁を規制する漁業法。まず、海面の共同漁業権と内水面の共同漁業権は、それぞれの漁業の性格が大きく違うことを念頭に、両者を分けて漁業権と釣りとの関係を考えてみましょう。海面では、磯などでの再開・再操などにおいて、第一種共同漁業権が適用されます。これらの漁場は釣り場と重複することが多いですが、漁業と釣りの両方の対象種としてタコなどが重複する場合があります。また、第4種共同漁業権におけるより魚漁業や鳥付き漕ぎ漁業などの特殊な漁法では、ボラ、クロダイなども対象種として重複します。海面で具体的にトラブルとなる場合を想定してみましょう。これらの共同漁業権が免許されている共同漁業権漁場内で、漁業者が採捕しようとしている水産動植物を釣り人が採捕しようとしたら、漁業権侵害になる恐れがあります。例えば、磯や防波堤で伊勢海老を漁業権者の同意なしに採捕した場合、窃盗ではなく漁業権侵害や都道府県の漁業調整規則によって非漁民による漁具・漁法の制限違反などになる可能性があります。また、養殖・区画漁業権の場合は、生けすの中の魚にはすでに所有権が発生しているため、万が一それを所有者に無断で釣った場合、窃盗と漁業権侵害になります。内水面漁業法。河川や湖沼で営まれる内水面漁業は、今まで述べてきた海面の漁業とは違い、非常に零細で地域的な特殊性を有するものが多く、漁協、漁業協同組合の組合員にも漁業主として生活を営んでいるものは圧倒的に少ないです。それに比べ一般の採捕者や遊漁者が多く、公共的性格が強いです。そのため、資源管理手法や漁業規則、漁業権の設定などに関して海面とは別に扱われています。河川や湖沼における共同漁業権は第5種共同漁業権になります。第5種共同漁業権が他の共同漁業権と大きく違うのは、漁業法により知事から同漁業権の免許を受けた内水面漁協に増殖義務が課せられる点です。内水面では漁業者、遊漁者をはじめ様々なものの採捕によって漁業対象魚種が減少する可能性が海面に比べて大きいためです。第5種共同漁業権では、例えば鮎漁業のような形で漁業対象魚種ごとに漁業権が設定されています。漁業権対象魚種には増殖義務が課せられ、内水面漁協は放流や産卵場の造成などをすることによって漁業対象資源を維持したり、漁場を管理したりしています。遊漁に関する規制。遊漁に関しては、採捕の期間、用具などが遊漁規則によって制限されています。遊漁規則は各都道府県の内水面漁業調整規則の範囲内で各内水面漁協が設定し、これが各都道府県知事に認可されて初めて行使できます。この規則によって第5種漁業権対象魚種を対象とする遊漁者からは
遊漁料を徴収できることとなっています。ただし、その際に遊漁を不当に制限しないこと、および遊漁料の額が妥当であることが求められています。なお、漁業権対象魚種になっていない魚種を釣る場合は、遊漁料の徴収の根拠はありません。例えば、鮎、ヤマメ、オイカワだけが遊漁権対象魚種となっている河川でナマズを釣る際には、遊漁規則は及ばず、遊漁料を支払う必要はありません。内水面の釣りにおいては、内水面漁協以外の団体が任意に放流した漁業権対象魚種以外の魚種、例えば船などを一般の釣り人が釣るときに、その団体が立ち入り制限や入場料の徴収などを行っていることがあります。このケースは漁業権とは関係がなく、漁業法上は遊漁料や遊漁の制限を受けることはありません。とはいえ、その場所が私有地であるために入場を制限していたり、釣り場の整備などの管理費として入場料を徴収していたりと、釣り場によって様々な事情があることは考慮すべきです。内水面の釣りと漁業権のまとめです。第5種共同漁業権が設定されている湖や川では、内水面漁協による管理が義務付けられており、遊漁料の徴収が認められています。徴収された遊漁料は、放流などの資金に充てられることになっています。渓流などで見られるキャッチ&リリース区間は、再放流することを条件に釣りができるなど、遊漁規則を変更しています。釣り場によっては、キャッチ&リリースという行為については、遊漁規則にも遊漁調整規則にも関わらない、単なるお願いであるケースも見受けられます。漁業法以外の制限にも注意する。内水面の漁業利用は多様な関係者が利用している場合が多いため、地域ごとに釣りのルールも異なります。また、漁業権がない水域でも内水面漁業調整規則は適用されます。内水面で釣りをする際は、各都道府県の内水面漁業調整規則と当該内水面漁協の遊漁規則を事前によく読み、理解しておきましょう。なお、呼称の中でも、琵琶湖や霞ヶ浦、北浦、その他いくつかの呼称は、漁業の実態から海面と同一に扱われており、海面同様の漁業権が適用されます。漁業権と釣りに関して不明な点がある場合や、利用に関して問題を感じる場合は、各都道府県の水産課などに問い合わせて明らかにすることが必要です。また、水産庁にも釣り場での問題に対応すべく、釣り人専門官という専門家がおられます。釣り場でのトラブルや疑問があれば問い合わせてみることをお勧めします。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。